皆さんこんにちは、皆川 R です。今回も、みんなの転職活動記シリーズをお送りします。この動画では、皆川 R チャンネルの視聴者の方に対して転職活動のアンケートを取り、その回答をもとに動画を作成しています。他のホームページ等では公開されていない、皆川 R チャンネル独自情報となりますので、ぜひお見逃しなく。今回は、PWC のマネジメントコンサルに20代でシニアコンサルタント職で内定を得たしゅんさんの転職体験談のお話をしていきたいと思います。しゅんさんよろしくお願いします。皆さんはじめまして、しゅんです。よろしくお願いします。本日のアジェンダは次の通りです。しゅんさんの経歴紹介、利用したキャリアエージェントについて、PWC の転職体験談、転職活動を終えての気づき、まず、しゅんさんのご紹介です。このような経歴をお持ちの方です。20代後半とのことですが、年収が高く、大変優秀ですね。では、ここからは質問形式でしゅんさんに今回の転職活動についてお伺いしていきたいと思います。しゅんさんよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。見バレしない程度に回答しますね。皆川 R チャンネル。まずは、前職からコンサルへの転職を検討した理由を教えてください。はい、転職理由は2つあります。1つ目は、今後5年を想像した時にキャリアとして天井が見えてしまい、天井の高さを上げるには環境を変えることが必要と感じました。そして、2つ目として、現職の業務とは直接関連のない勉強をしていたことがあるのですが、その内容は社内では別の部署が仕事をすることになっていました。そのため、現在の業務と勉強したことの両軸でシナジーを埋めるような仕事をしたいと思ったためです。ありがとうございます。業務と直接関係のない勉強をして、その努力が実らないってあるあるですよね。勉強と業務を結びつけてしっかり結果に結びつけるって大変大事なことですよね。では次に転職活動の結果を教えてください。デロイト、PWC、EYSC に内定し、KPMG は不合格でした。複数の内定素晴らしいです。KPMG だけ落ちたのですね。ちなみに各ファームを内定した際の職会はどうでしたか？はい、PWC がシニアコンサルタント、デロイトがコンサルタント、EYSC がコンサルタントです。ファームによって職会が違ったのですね。はい、ただ、定時年収はどこもほぼ同じでした。デロイトはコンサル職でも1000万いきそうでしたね。おお、コンサル職で1000万を狙えるとは、さすがデロイトですね。では、次に利用したエージェントについて教えてください。リンクドインで声をかけていただいたエージェント、2、3社を利用しました。最近は日本でもリンクドインを利用した転職が増えてきていますね。コンサルの選定基準、利用した感想を教えてください。最後まで利用したエージェントは、交渉力と企業とのコネクションがあるかどうかで判断しました。面接官や人事の事前情報を聞き出すことができればアドバンテージだと感じたためです。ありがとうございます。それでは、ここからは動画の本題である、内定された企業の一つ、PWC についてお聞かせください。まずは、選考フローから教えてください。はい、書類、ウェブテスト、一次面接、最終面接、人事面接で進みました。ありがとうございます。では早速ウェブテストからお話をお聞かせください。ウェブテストは玉手箱でした。言語は準備する余地があまりないと思っていたので、非言語の計算方法だけおさらいをしました。非言語の方が解きやすいため、非言語を対策することをお勧めします。ありがとうございます。ここから面接体験談をお願いします。まずは、一次面接ですね。はい、一次面接の概要は次です。面接方法、ウェブ、面接官、シニアマネージャー1名、部活の優しい先輩みたいな感じでした。必要な情報を的確に汲み取っていただけるような話し方で、こちらが載せられているのが分かりました。面接の流れ、お互い自己紹介、チームの説明、一般質問、逆質問、雑談。実際の面接では、面接官が事前に職務経歴書を読み込んでくださっていたのか、結構突っ込んだ質問から入っていきました。この問題のレポートラインって誰？この組織ってどういう構造だったの？この時ってなんでこれしたの？コンサルになっても活かせるバリュー、何ですか？困難にどうやって対処してきましたか？転職理由は何？コンサルを選ぶ理由は何？不安なことはある？この流れでどんどん進み、自分の経歴を説明する時間がなくて逆に焦り始めました。さらに質問がどんどん続きました。年収はどれくらい希望してる？いつから勤務できますか？プロジェクトの希望はありますか？ここまで質問されて最後に、次の面接官〇〇さんだから調べておくといいよ。経歴説明してなくても耐えたと思ってよかったと思いました。この後は確定路線だったので、逆質問しつつ雑談少々して終了となりました。最後は砕けた感じで会話できていたので、猫をかぶるのをやめて素直に質問しました。残業時間は、転職して苦労したことは、次回の面接に準備しておくべきことは、などの質問をしました。ありがとうございます。結構質問内容が多岐にわたっていますね。面接中に通過したことを匂わせてくれる面接官は良いですね。一次面接を終えての所感をお願いします。はい、面接の中で次の面接のアドバイスや昇格の話をしていただいたので次があることは確信できました。面接官の方の印象も良く、唯一面接が終わった今でも名前なども記憶に残っており、一緒に働きたいなと思えた面接でした。書類をおそらく読み込んでいるからなのか、必要な情報の確認だけで運よくフィット感を感じていただけたので良かったと思います。ありがとうございます。ではこのまま二次面接についてもお願いします。はい、二次面接の概要は次です。面接方法、ウェブ、面接官、シニアパートナー1名、40代くらいの仕事のジェルで固めたバリキャリという感じの方でした。面接の流れ、自己紹
介、かなり長めの先方の自己紹介とチーム紹介、一般質問、逆質問、トータル45分。一般質問に入る前に、自己紹介とチームの説明で20分弱使いました。そのため、一般的な質疑応答の時間はかなり短かったです。聞かれた内容としては、事業会社からコンサルに行く理由は何ですか？コンサルでやりたいことはありますか？ SCM でやりたいことは何か？調達、ロジの知見がどれくらいあるか？ PWC のイメージはどんな感じか？プロジェクトこんなのがあるけど、イメージできますか？このあたりで、なんとなく多分大丈夫と安心できてきました。さらに、希望年収、希望入社時期はいつか？それなら多分大丈夫と言われ、ここで二次面接通過の確信に変わりました。その後、時間ないので次の人事面談でいろいろ聞いてね。で、終了しました。逆質問は、次の2点を聞きました。もしご縁をいただけた場合、期待することは何か、転職してよかったことは何か。しゅんさんありがとうございます。一次面接同様に面接通過のニュアンスをもらっており安心ですね。実際面接直後はいかがでしたか？一次面接の評価が良いと冒頭伝えていただき、最終面接中においてもその希望年収なら出せるなど、多分大丈夫なんじゃないかと思える瞬間が多々あり安心できました。そのため取り繕うようなことは一切なくし、自然体で、一般質問中にも自分から質問したりと、終始和やかなムードで進みました。ありがとうございます。では、そのまま最終面接についてもお願いします。はい。まず面接概要ですが、面接方法、ウェブ、面接官、人事担当者1名、優しそうなお兄ちゃんのような感じでした。物腰も柔らかく、話しやすい方でした。面接の流れ、自己紹介、一般質問、今までの面接の評価、逆質問、続いて QA ですが、経歴紹介、転職理由、前職で苦労したことは何か、強みは何か、問う。一般的な質問に終始しました。最終のスクリーニングだと思いますが、違和感あれば差し戻されることもあるとエージェントの方がおっしゃっていたので、気を抜かなくてよかったです。その後、今までの面接の振り返り、評価のフィードバックをいただいたタイミングで、オファーを口頭で伝えられました。さらに、入社の判断軸を聞かれ、回答後、面接官から他社と比較して PWC が有利なところを説明されました。最終面接がどういう場かということをここで理解しました。さらに、リファレンスチェック等、関連手続きについて10分ほど説明をいただきました。最後に逆質問で、中途コンサルの皆さんの苦労した点を聞き、終わりました。しゅんさん、おめでとうございます。監査法人だと、今回のように人事による最終面接の場で内定を伝えられる話は聞いたことがありましたが、コンサルでも同じことがあるのですね。通常は、最終面接、内定通知書交付、人事面談という流れが多いと理解しています。最後に今回の転職活動を終えての感想、現在転職を検討されている方に向けてコメントをお願いします。はい。では3つお伝えします。1つ目、転職エージェントについて、エージェントは1つではなく複数に分けて利用するべきだと感じました。エージェントも仕事なので、自分の配下の企業にプライオリティを持って説得をしてきます。つまり、ブルーオーシャンにならないために比較して競争することも、とても意味のあるものだと感じました。2つ目、初めての転職活動は一度することで、転職というハードルが下がるため、転職希望有無に関わらず、経験することをお勧めします。心の支えとして、ダメなら次に行けばいいと思える人間を用意できるし、そこだけが自分のコミュニティでないと思うことで、心の余裕が生まれると思います。3つ目、年収交渉やポジション交渉はエージェントに言われるがままするのではなく、自分で納得するものを提示するべきです。高すぎるポジションや年収は転職後のプレッシャーや足かせにもなると思います。しっかりリサーチしてどれくらいが適正なのかを判断する必要があると思います。しゅんさん、ありがとうございます。大変参考になります。今回の転職体験談は、かなりスムーズな面接の流れでしたね。おそらくスペック的に採用水準を優に満たしているからでしょうか。実は皆川は PWC に以前チャレンジして落ちたことがあるので、しゅんさんがとても羨ましいです。まあそれはいいとして、今回の動画は以上です。皆川 R チャンネルでは、あなたの転職体験談を募集しています。自身の転職体験を他の方の役に立てても良いよという方は、ぜひ概要欄よりアンケートにお答えください。文字数に応じた報酬も用意しています。それではこれで、さようなら。